2023年11月18日、自分の住む岡山市から結構近い兵庫県姫路市で大好きなアーティストの出演するイベントがあったので行ってきました。これは姫路在住のエディ・マーコンというバンドが主催のギャフンというイベントで、出演がエディ・マーコン、おしりペンペンズ、そして坂本慎太郎さんというメンバーで、姫路城近くのシロトピア記念公園野外ステージというところで開催されました。岡山から電車で姫路まで行きまして、正面に姫路城が見えていますね。とりあえずお城の方まで歩いて行きます。シロトピア記念公園っていうのは初めて行ったんですけど、駅から行くとお城の裏側といいますか北側になるんですね。思ってたより距離があって徒歩だと20分以上かかりました。会場が見えてきまして、ギャフンっていう看板が立っています。周りには露店が出ていまして、ちょっと寒かったんで温かいゆず茶を飲んで、後でカレーもいただきました。ステージはこんな感じ。これは会場直後の様子です。演奏中は撮影禁止なので画像はないんですが、13時のスタート時には結構多くの人が集まってきまして、ラストの坂本慎太郎さんの時にはかなりの人で埋まっていましたね。13時にライブスタート。トップバッターはエディ・マーコン。しかし始まると同時に雨がパラパラしてきて、寒さもあってどうなることかと思ったのですが、ほんの一瞬で止んで、その後はラストまで晴天だったので良かったです。エディ・マーコンは女性のギターボーカルエディさんとベースの男性マーコンさんの2人組ですが、ライブではドラム、サックス、キーボードを含めた編成での演奏です。アシッドフォークと紹介されることが多いですが、70年代初頭の女性シンガーソングライター的な雰囲気もありつつ、穏やかだけど少し不思議な幻想味のあるフォークソングといった感じです。自分は結構昔から好きで、岡山でライブをするときはよく行っていました。それ以前にアルケミーレコードという大阪のインディーズレーベルのオムニバスナイトギャラリー2っていうのに収録されていて、それでハマって好きになったんですけど、ライブがすごくよくって、行くたびに CD や CDR を買っていました。これは初期の CDR ですね。この辺りはギューンカセットから出た CD で、この辺りからは、自主レーベルのポンコンレコーズから出しています。ジャケットが凝っていて、どうやって畳むのかわからなくなりますね。これもそうですね。ジャケット、アートワークがすごく凝っていて可愛くっていいですね。で、エディ・マーコンさんは、CDR をやたらたくさんリリースするんですよね。それがもうどれを買ったかわからなくなるんで、途中からあんまり変えてないんです。というか、ここ最近はあまりライブにも行けてないので、ここ数年のものはないですね。しかし今回のライブを見たら、やっぱりむちゃむちゃ素晴らしくって、なので物販で音源買わせていただきました。それは後ほど紹介します。次はおしりペンペンズですが、こちらもナイトギャラリー2に収録されていた大阪のバンドです。ボーカル、ギター、ドラムのベースレスの3人組で、なんとも形容しがたい変則的な演奏と、ボーカルのもたこさんの、激しいパフォーマンスが特徴です。こちらも昔岡山に来た時は何度もライブを見ました。ペンペンズというか約20年くらい前になりますが、関西ゼロ世代というシーン、おしりペンペンズ、アフリランポ、ズイノシン、緑、ワッツーシゾンビなど、そういったバンドがよく岡山に来てたんですよね。おしりペンペンズを初めて生で見たときは、あまりに異形な感じでゾワッとするような怖さを感じました。今回かなり久々に見たんですけど、変わってないなとも思いましたが、怖い感じはあんまりなくって終始楽しいライブでした。
そして最後に登場は坂本慎太郎バンド。メンバーは坂本慎太郎ギターボーカル、あやベースコーラス、菅沼優太ドラムコーラス、西内哲サックスフルート。坂本慎太郎さんはご存知と思いますが、元ゆらゆら帝国というバンドで活動されていて、解散後の2011年からソロ活動をされていますね。自分はゆらゆら帝国大好きで、当時、ライブはあまりツアーをたくさん回るバンドではなかったのであまり見れなかったのですが、それでも計3回見に行きました。最後に見たのは2005年の大阪ナンバー8でしたね。ソロになってからは初めて見るライブです。坂本さんのソロ作はゆらゆら帝国のラスト作空洞ですの流れを組んだ無駄をそぎ落としたサウンド、ソウルミュージックの影響を感じさせながら、熱くならないだけど妙に心地よい、シニカルでいて、それでいてどこか優しさを感じる歌詞が特徴でしょうか。今回やった曲ではあなたもロボットになれるの、楽しい曲調と最高に皮肉な歌詞、ディスコっての一歩引いているようで優しさというかエモさを含んでいるような歌詞とかが、大好きですね。あとまともがわからない生で踊ろうなどのゆるーくもずっとゆらゆら踊っていたくなるような曲、最高でしたね。あと途中でエディ・マーコンのエディさんをゲストボーカルに招いて1曲やってくれました。これが小舟という曲なんですけど、この曲の7インチアナログを買ってないのが一生の不覚ですね。大好きな2組がコラボした作品なのに当時アナログプレイヤーを持っていなかったのでスルーしちゃいました。そして名曲でした。ゆらゆら帝国の時代はアンコールはなしだったんですけど、今回はアンコールやってくれました。いや本当来てよかったです。終了したのが16時30分くらい、夕暮れ時の姫路城周辺、いい雰囲気ですけど、帰ってやらなきゃいけない作業があったのでそそくさと帰路に着きました。3組ともすごくいいライブで気持ちも上がって、物販も予定より多く買っちゃいましたね。 T シャツはグレーと白と黒があったんですけど、どれも可愛かったんですけど、黒を一番着るかなと思ってこれにしました。あとサコッシュはこれは買う予定なかったんですけど、このイラストがなんかめちゃくちゃいいんで買っちゃいました。あとさっきも言ったエディ・マーコンの音源は、アナログ7インチを2枚、ひまわり絶叫、こちら赤いディスクになってますね。いつの間にか私たち、これは無色透明のディスクです。この曲はライブでもものすごくよくってお気に入りの一曲です。はい、今回は姫路のギャフンというライブイベントに行ってきた話をしました。ご視聴ありがとうございました。